Hello Aces、こんにちは皆さん。今回はエースコンバットシリーズのプロデューサーとインタビューします。I'm making this interview with the producer of the Ace Combat series. This interview will be done in Japanese, so be sure to enable the subtitles. 始めましょうね。エースコンバット7は数日前に発売されました。プレイヤーのリアクションを見て今はどんな気分ですか？この3週間プロジェクトエースチームの付近はどうなっていますか？そうですね、やっと安心した感じです。ずっと緊張していました、ずっと緊張してきて、で昨日日本で発売されて、今日アメリカで発売されて、やっと少し楽になりました。でプロジェクトエース自体は世界中の反応を見て、今もうまさに、どういう調整をしようかっていうのをみんなで考えている最中です。はい、次の質問は、完成したエースコンバット7と初期のゲームコンセプトをどう比べますか？ゲームを開発しているとき、一番難しかったこと、一番楽しかったことは何ですか？エースコンバット7は最初作ったものがうまくいかなくて、一旦全部捨てたんですよ。で一旦全部捨てて作り直したっていうところがあって、そこが一番苦しかったですね。でただその苦しい時期を過ぎて完成した時はやっぱりその分喜びが大きかったです。だから安心しますね。そうですね。それで世界の人たちが喜んでくれているので、本当に安心ができました。今このさんの質問します。はい。いつ頃から、そしてなぜゲーム業界で働きたいと思ったなんですか？どのようにエースコンバットシリーズに関わるようになったなんですか？僕がゲーム業界に入ろうと決めたのは、大学で、デザインの勉強をしていて、でデザイナーとして入りました。でもともと絵が好きだったんです。でただ絵をやっているうちに、シナリオだったりとか、ゲームだったりとかいろんなことに興味を入れて、最終的にはそのディレクターになりたい、プロデューサーになりたいっていうふうに気持ちが変わっていきました。次はこのさんはアートディレクターとしてエースコンバットシリーズに働き始め、今は全シリーズのブランドディレクターとなっています。前の仕事はどのようにエースコンバット7に影響を覚えしたのですか？アートディレクターとしてやっていたので、ちょうど僕がアートディレクターをやったのはエースコンバット04なんですね。シャッタードスカイで、結局そこでエースコンバットのアートって割と方向性が決まったと思うんですよ。なので04、5、0、6、そしてエースコンバット7って結構そのデザインを守っている状態だと思いますね。なので多分その04の時に僕がアートディレクションしたエースコンバットが世界の人が喜んでくれて、今も続いていると思うと嬉しいし、誇りに思っています。ありがとうございます。次はこのさんの飛行機への情熱についてもっと聞かせてください。何がきっかけだったのですか？航空自衛隊に入りたいと思ったことはありますか？パイロットになりたいとは思ったことはないですね。難しすぎるから、ただそうですね、僕はやっぱりメカニックが好きだったので、最初はそれほど知識なくエースコンバットシリーズに関わったんですけれど、だんだんと例えばラプターとか、フランカーの変更ノズルとか、
そういう仕組みを知っていってだんだんハマっていきました。虜になっていきましたね。なので今ではもうそのシルエットを見ただけで型番が分かるように当然なってますし、まあ、随分詳しくなったと思っています。次はそうだ、でも最近ね、はい、VR をやってみてちょっとパイロットになりたいなと思った、私は同じです。同じの気持ち、次は S コンバットはいろんなオリジナル戦闘機で知られていますが、コノさんのお気に入りはどれですか？そうですね、やっぱり僕が一番好きなのは Y バーンかな、X02 ですね。クラシックのS コンバット7は正しい。04の時の Y バーンですね。で、一番最初にやっぱり本格的に04でアートディレクターをやって、で Y バーン自体のそのデザインにも口を出しましたし、デジタル迷彩、デジタルカモフラージュにしてみようっていうアイデアも僕だったので、やっぱ思い入れが強いです。プロジェクト S は新しい機体を成形するとき、どんな手順を取るのですか？新しいオリジナル。オリジナル。そうですね。基本的にはやっぱり見た目のかっこよさ、デザインから入ってますね。やっぱりかっこ悪いものを作る気はないので、デザインから入って、その後細かいディティールだったりとか、ちゃんと飛ぶような設計だったりとか、いろいろ組み合わせていってると思いますけど、最初は見た目重視です。はい。次は S コンバットコミュニティの経験はどうですか？一番著しい出来事は何だと思いますか？S コンバットコミュニティ、そうですね、やっぱり今の時代って、昔は僕らのメッセージをこうメディアを通して一方的に伝えるだけだったんですけど、今ってその僕らのメッセージよりやっぱりコミュニティのメッセージって大切だと思ってるんです。っていうのがやっぱり僕らがどれだけ説明をしてもそのコミュニティの本当のファンの言葉、声にはやっぱりかなわないと思ってるんですね。なのでこれから S コンバットシリーズ、7今出たばかりですけれど、これから S コンバットシリーズを続けていくって考えた時にファンのコミュニティは絶対だし、コミュニティと僕らと開発者が関わってどうやって S コンバットを新しくしていくかっていうのを一緒に考えていきたいなと思っています。だからコミュニティは非常に大切な存在です。はい、今の質問は S コンバット7について、将来の DLC についてゲームのストーリーと異なるミッションが来ると分かっていますが、これらはゲームのメインストーリーとどうつがるのですか？トリガーとして操作するのか、または他のキャラクターを操作をするのでしょう。また VR ミッションがもっと追加されるでしょうね。VR のミッションはちょっと作るのが大変なので、今の DLC としては考えてないです。で、今はシーズンパスのDLC を作っていて、それは、まだあまりコミュニティだけにお話ししますけれど、トリガーが主人公です。トリガーと、ちょっとエースコンバットの歴史の中で最も悪いやつが、悪いキャラクターが出てくる、ちゃんとしたお話のあるミッションが3つ追加されます。次は最近ダウンロード版のゲームがオンラインストアから配信停止されてゲームの本存が話題になっています。S コンバットのゲームも配信指定されて
ダウンロード版を考えない状態になっているものもあります。S コンバット7も数年後にダウンロード版を配信してをする予定ですか？まあ現状その配信を停止するとかっていうことは考えてないですけれど、まあ多分ここ数年のうちにもうクラウドにアーカイブされていくっていう時代が来ると思いますし、ファンの皆さんやゲームが好きな人たちが問題だったり不便だっていうことはみんなで解決されていくと思ってますけど。次は S コンバット7を素敵なコレクターズエディションもあり、複数の言語に通訳された SZ をアーセナルワードの模型がついていて、ファンとしてこういうアイテムを集めて S コンバットをサポートできることに感謝しています。ゲーム発売後にもっと本や超兵器のモデルなどの商品を売る予定はありますか？正直 ASS アットウォー、今回のそのコレクターズエディションにつけた ASS アットウォーを作るのってすごく大変で、しかもそれをローカライズして英語も、韓国語も作ったんですね。まあ作ったスタッフ曰く、もう二度と作りたくないって言ってました。それぐらいすごく大変でした。で、そうですね、まだ決まってないですけど、やはりファンの人たちが喜んでもらえることは何かっていうのを考えながら、S コンバットに関わるものを増やしていきたいとは思ってます。ただまだ7が出たばっかりで、そのシーズンパスもありますし、皆さんが楽しみにしているそのワールドニュースの更新だったりとか、まだまだやることはたくさんあるなと思ってます。次は S コンバットインフィニティのマルチプレイヤーモードはシリーズ最高のものでした。S コンバット7の前にもちろん。友達と共同戦役モードのミッションをプレイしたときに強い貴族意心を感じた人もたくさんいました。S コンバット7のマルチプレイヤーにオンライン共同戦役モードを追加する予定はありますか？他にマルチプレイヤーに追加するモードはありますか？例えばリング争奪、レースなど。現状では、今のバトルロイヤルとチームデスマッチの2つから増やすことは考えていないんですよ。で、っていうのもちょっと共同戦役、コープの共同戦役って、システムが複雑で、エースコマットインフィニティとエースコマット7は少しシステム、オンラインのシステムが違うんですね。なのでエースコマット7のオンラインに共同戦役を、載せるっていう拡張するっていうのはかなり難しい。正直機体をマウントすることのやり方も違いますし、なのでインフィニティと7のオンラインってちょっと違う仕組みなんですね。だからただそのコミュニティの人たちが共同戦役を通してそのチームやクランみたいな形になったっていうことはよく知っているので、なのでやるとしたらエースコンバットのその7のデータを使った新しいオンラインタイプのゲームを作るとかっていうような何か別のことを考えないと難しいかなと思ってます。難しいわかりますね。次はまたインフィニティについてなんですが、そのストーリーは他の S コンバットを言及し、ミッション後サスペンスのおかげでとても印象深いゲームでした。インフィニティのストーリーは S コンバット7の開発のため、進みませんがでしたが、そのストーリーを結論づける予定はありますか？
多分、DLC にして7に来るとか。インフィニティのキャンペーンは一応あれで終了してるんですよ。本当は終わってるんですけど、まあファンの中では終わってないんですよね。もっと知りたいですね。もっと知りたいんですよね。で、確かにあの後のお話っていうのをイトミプロジェクトエースのイトミ君と僕とで考えて、なんかね、僕とイトミが大喧嘩をしたらしいんですよ。僕全然覚えてないんですけど。で、なんか一応そのインフィニティのもう少し先のお話はあるみたいです。データがどこに行ったかとかっていうのは知らないんですけど、なので、まあ、ゲームとして発表するのかお話として発表するのかわからないんですが、まあ一応続きはあるらしい。で、セブンはね、ストレンジリアルなので、そうですね、インフィニティの世界をこちらに持ち込むっていうのはできないかなと思ってますね。ちょっと違うですね。そうですね。現実の地球が舞台じゃないですか、インフィニティ。多分インフィニティのストーリーは多分未来の本、アイディア。何か考えます。ありがとうございます。S コンバットは従来から特殊兵装を一つだけしか使えないようにしていますが、複数の特殊兵装を使えるように相談とかありましたか？そうですね。スタッフの会議の中で話し合いはあるんですけど、やっぱりどの特殊兵装を選ぶかっていうシンプルな遊び方を守りたいと思ってます。補給に戻って武器を積み替えてっていうこともやってほしいですし、そのいくつも特殊兵装があるとどうしてもボタンのアサインが増えてくるんですね。ってなってくると、今でも結構全部のボタンを使うゲームなのにさらにゲームをボタン操作をプラスするので、やっぱりできるだけシンプルな遊びでやらせてあげたいなっていう思いがあります。ただまあ将来的に何かアイデアが出てきて別の特殊兵装に切り替えるっていうこともあるかもしれませんね。新しいプレイヤーにもシンプルに、そうですね、新しいプレイヤーにもシンプルにできるっていうアイデアがあればです。このさんは過去の S コンバットゲームのリマスターをよくファンにされていますが、聞かれますね。もちろんこれはとても難しいことです。もし S コンバット7がよく売れ、リマスターする機会ができるとしたら、どのゲームを選びますか？そしてなぜそのゲームを選びますか？まあ、やるとしたらエースコンバット04だと思います。まあ理由は単純です。ファンの人たちが欲しいって思ってるから。だからまあ僕はそういう風に呼んでなかったんですけど、そのエースコンバット04と5と0でトリロジーって呼んでるんですよね。だからそのトリロジーをなんとかしてファンの皆さんに届けるっていうのが望まれていることだなと思っています。はい、もちろん今のプロジェクト S チームを目的は S コンバット7に関する仕事を続けることですが、コノさんやチームのメンバーやるテーマは時代をナンバリングタイトルやスピンオフで探られたいというものありますか？そうですね。まあ今は、シーズンパスを作るのにみんなフォーカスしています。ただまあプロデューサーの下本だったりっていう下本とあと玉置プロデューサーと僕3人はじゃあエスコマットの未来はどうしようかっていうのを3年4年先ぐらいまで今戦略ストラテジーを考えている最中ですね。なのでアイデアはいくつかあるんですけど、まだ発表はまだ全然できないです。これは
多分私の最後のクエスチョンは、このそのエースコンバットの未来どう思いますか？でもそうですね。いつも言ってること同じことなんですけれども、エースコンバットはファンの皆さんのものですし、ファンの皆さんが望んでいる限りは続くんだと思います。なので僕が頑張ったからエースコンバットが続くとか、プロジェクトエーシスが頑張ったから続くんじゃなくて、やはりファンの人たちが望んでくれて支えてくれたら、エースコンバットシリーズはこの先も続いていくんだと思います。はい、これです。コノさん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。ファンの皆さんは、プロジェクトエースがエースコンバットシリーズに加えた導入と気迫に感謝しています。はい、こちらこそファンの皆さんにいつも感謝しています。コミュニティの皆さんにも感謝しています。あなたたちの導入キャは新しい世代を感激し、その人たちはパイロット、航空誘致エンジニアや航空愛好者として空に飛び立っていきました。最も重要なのは超音速で空を舞い上がり、詳しいよしのために戦いという、ほとんどの人の人生活には買わない夢を放つことができたのです。それほどなものなのではないですが、プロジェクトエースの皆さんを贈り物を持ってきました。このさんはすごいの期待がの好みですか？開けてもいいです。すごいよ。ありがとうございます。すごい大好きです。むしろどういたしまして。すごいこの辺が好きなんですよ。すごいのラバーですね。はい。ありがとう。これ以上です。河野さん、最後の一言はありますか？そうですね。セブンが本当発売して、安心しているし、新しくそのエースコンバットをこれから続けていく上で、僕の中でコミュニティの皆さんと一緒にやっていくっていうことを決めたので、ぜひ引き続き一緒にそのエースコンバットの未来のために一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。Thank you so much. Thank you. Thank you. じゃあ、これは以上です。河野さん、ありがとうございます。また後で。